皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、世界から日本は一つ疑いを持たれています。それは、現在パンデミックの問題が世界中に大きな危機をもたらしているわけですが、その中において日本というものは初期に感染者が非常に多かったという印象が世界中に持たれています。そのため、現在の感染者数というものについて疑問符がつけられているのです。一体なぜそのように疑問符がつけられているかといえば、感染者数が多くなった国というのはその後感染爆発が起こるというのが当たり前のように考えられています。サウスコリアについてもそうですし、その後ヨーロッパに伝わった後のイタリアやスペイン、ドイツなどにおいても、初期の患者というのはそれほど多くなくても、その後どんどんと感染拡大が起こって感染者数というのが急増しています。ですから、日本において感染者数がこれだけいたのに、なんでその後感染爆発が起こって感染者数が何千人から何万人へと増えていかないのかと疑問に思われているのです。その原因として指摘されているのが、感染者をそもそも調べていないんじゃないかといったような指摘もされているわけですが、その割には死者の数がほとんど変わっていないということからもわかるように、感染の爆発が起こっているかというのにはかなり疑問符がついている状態です。そのため現在は日本国内においても持ちこたえているという表現がされるように、感染者数がなくなることはないのですが、しかしそれが急増する、爆発的に増えるといったような状況は起こっていません。一体なぜそのような感染爆発が日本では起こらないのか、そのことを説明するのに非常に良いデータがあります。それはインフルエンザの患者数の大幅な減少です。というわけで今回のニュースはこちら。インフルエンザの感染者数というものが去年や一昨年と比べると大幅に減少しています。そのことからわかるのは、日本人の感染予防対策というものが各個人が取り組んでいる。これによって日本全国において感染症に対する予防効果というものが現れているのだと私は思っています。その一方で世界各国では感染者というものがまさに急増する、感染爆発というものが起こっている。そのことを数値として見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。インフル患者前年から6割減、予防浸透。パンデミック問題が連日報道される中、インフルエンザの患者数が急減している。医療機関の報告をもとにした厚生労働省の推計によると、2020年の全国の累計患者数は前年同期の4割を切る約397万人で600万人以上減少した。こちらのグラフが去年や一昨年と比べた場合の今年のデータです。2019年から2020年のデータが赤い線になります。そしてインフルエンザが最も流行る冬の期間、12月から3月までの流れを見ていきましょう。厚生労働省がまとめた約5000の定点医療機関からの報告によると、2020年の患者数のピークは1月の6から12日の週で1医療機関あたり平均 18.33 人、前年ピークの週の 57.09 人を7割近く下回った。厚労省は昨年11月15日、例年並みだった前年より1ヶ月ほど早く全国的な流行が始まったと発表した。昨年9月から12月までの患者数は約315万人で、前年同期の約106万人を大きく上回る勢いだった。このグラフにもあるように、インフルエンザの流行が始まるその最初の12月は確かに去年や一昨年よりも大きな感染が見られました。ところが1月になってからは2018年、2017年といったそうした過去のデータとは明らかに違う推移をたどっています。1月から2月にかけてインフルエンザの流行はピークを迎えるわけですが、今年に限ってはむしろ一番最初の山以降は右肩下がりになっています。そしてインフルエンザのこの冬のシーズンが終わろうとしています。だが昨年12月以降、中国でアウトブレイクが発生。1月15日には国内初の感染者が確認され、マスク着用や咳エチケットなどの感染予防の取り組みが全国に浸透していったとみられる。厚労省の感染症情報管理室の梅田室長は、一人一人の感染予防意識が高まったことが要因で、予防対策の効果が示された。同種の感染経路の病気についても感染拡大防止につながるだろうと分析した。そしてこれは別の記事、FNN プライムより引用します。
国立感染症研究所によると、2020年第5週1月27日から2月2日の患者報告数は7万76人、去年2019年の同時期21万4592人と比べると約3分の1に減少していて、ここ10年間でも最も少ない。このことからどれだけ多くの人が感染予防に意識を高めたのかということがわかります。それではパンデミックの状況と少しリンクさせて考えていきましょう。パンデミック広がりと対応。世界的大流行パンデミックは160カ国以上に広がり、日本時間22日午後の時点で世界の死者は1万3000人に迫っている。アメリカジョンズ・ポプキンス大学の集計による。感染者は30万人を超えた。一方で9万人以上が回復している。世界保健機関は3月11日、事態はパンデミックだと表明した。パンデミックとは、世界各地で同時多発的に感染症が人から人へと容易に伝染している状態を言う。中国では湖北省武漢を中心に8万人以上が感染を確認された。一方でジョンズ・ホプキンス大学の集計によると、中国以外の感染者数は22日現在で22万人を超える。次の図は中国以外で感染者が最も多い国や場所が時間とともに入れ替わる様子を表示している。こちらのグラフは世界各地で一体どのように感染が広がっていたのかというのをその感染者の数で見ていこうと思います。2月18日の段階ではどこの国家というわけではなく、ダイヤモンド・プリンセス号が一番感染者が多いという状態でした。これに続いてシンガポール、そして日本、タイ、サウスコリアといった名前が並んでいます。この段階では各国感染者はそれほど多くないことがわかります。ここからどういった変化をしていくのか見ていきましょう。日付がどんどんと進んでいきます。この段階で2月20日、サウスコリアにおいてテグで感染拡大が発生しました。この段階でもまだダイヤモンド・プリンセス号が1位でした。ここからさらに感染爆発が発生、テグにおける感染者数というものは激増することになります。2月23日、サウスコリアがワースト1位に飛び出ました。この段階で注意してほしいのは、イタリアが日本を抜いて2位に上がってきたことです。現在イタリアにおける感染拡大というものは非常に激しいわけですが、この段階ではまだ日本と横並びの状態でした。さらに日付を進めます。2月25日、サウスコリアの感染者数が1000人を突破しています。ここからさらに日付を進めていきます。2月の27日、サウスコリアに続いて第2位にイタリアが入ってきました。この段階でダイヤモンド・プリンセス号、その下にイランと中東の国が入ってくるようになりました。3月1日、この段階ではサウスコリアが3780人と、やはり一番悪い状態ですが、ヨーロッパの国々の名前が少しずつ上がってきました。日本の感染者数が257人と微増を続けているのに比べると、これまで名前のなかったフランスやドイツといった国、そしてその下にもスペインの名前が上がり始めています。さらに日付を進めていきましょう。ここからイタリアが尋常じゃない伸びを見せるようになります。3月7日、もしくは8日、このあたりでイタリアの感染者数がワースト1位に飛び出ました。サウスコリア、そしてイランといった名前が並んでいくのですが、その後ろ、フランス、ドイツ、スペイン、そして、日本はアメリカにも抜かれてだんだんと名前が下に落ちてきています。日本の下にあるスイッツァーランドというのはスイスのことです。さて、さらに日付を進めていきましょう。イタリアにおける感染爆大はさらに激増することになります。3月20日、イタリアの感染者数は5万人に迫り、その下にはスペイン、ドイツ、イラン、アメリカ、フランス、そしてサウスコリア、スイス、イギリス、ネザーランドというのは、こちらはオランダになります。欧州各国の名前がどんどんと入ってくるようになりました。日本の名前はもうこの中には入ってきていません。当初はダイヤモンド・プリンセス号が第1位だったわけですが、その後欧米における感染爆発というものがどれだけ凄まじいものになっているかというのがここのデータからわかります。逆に言えば初期において感染者数が多いと見られていた日本が全く上位に入っていないというのがお分かりでしょう。
WHO によると、世界全体で確認された感染者数が10万人に達するまでには3ヶ月かかったものの、次の10万人はわずか12日間で増え、計20万人になった。こうした統計上の数字はあくまでも検査で確認されたものだ。軽症者の多くは世界中でほとんど検査を受けていないため、統計には含まれていない。このため実際の感染者ははるかに多いと思われている。ご覧いただいたように、今年のインフルエンザというのは大流行はしているということは言えます。そもそも400万人もかかっているのですから。ですが、それ以前と比べるとその大流行の度合いというものは大幅に変わっています。1000万人がかかっていますよというのに比べれば、400万人がかかっているというのは、その差は600万人あります。ですから、同じ大流行にしてもその桁が違うのです。この桁が違うことの要因として考えられるのが、今まさに問題となっているパンデミック。これに対する問題意識です。これまでも冬になれば当然のようにインフルエンザが流行るのでみんな気をつけましょうねというニュースはいくらでも流れていました。予防注射を打ちましょうねであったり、もしもかかっても何種類か薬がありますよといったこともアナウンスされています。そういった状況にあって多くの人がかかっていたわけです。ところが今年の場合は危機感が全く違いました。そもそも予防薬などもありませんし、治療薬もありません。みんなかかったら一体どうなるかわかりませんよといった恐怖の伝染もありました。そうした中にあって多くの人たちが予防の取り組みを行いました。代表的なものとして言えるのは手洗いやアルコール消毒です。そして咳エチケットと呼ばれるようなものについても今年の方がより広く知れ渡ったと思います。例えば咳やくしゃみをするときに口を手で覆ってしまうと、その手についたものから目や口、鼻といった粘膜に感染を広げる可能性があります。そしてこの手についたものがどこかに触れて、それが他人がまた触れることによって感染者を広げてしまうということもよく知られるようになりました。その他今回パンデミックの原因となっている病について言えば、マスクをすることそれ自体については予防効果としては低いというふうに言われています。しかし一方でこのマスクをすることによって症状が軽い人が他の人にうつす確率を大幅に下げるということも分かっています。大した症状じゃないしきっと風邪だろうなと思っている人がマスクをすることによって感染を広げることを予防することができます。また飛沫感染といったものも直接しぶきをかかるような距離にいて喋る場合などにおいては双方でマスクをしていることが感染拡大の予防にもつながっています。さらに今年はそうした基本的なことに加えてさらに細かい点についても言及がされるようになりました。例えば人間は無意識のうちに顔のどこかもしくは髪の毛を触るといった動作をしてしまいます。なんとなく目をこすってしまったり、なんとなく頬をかいたり、なんとなく手を顔のどこかに触れたり、もしくは手癖として髪を触ったりといったことなども人間はしてしまうわけですが、そうしたことから目や口、鼻といったものに自分の手についた菌やウイルスといったものを自分の体の中に入れて感染してしまうということが知られています。ですから、意識してそうした無意識の行動を抑えるといったことをすることによって感染を防ぐことができます。女性の場合は化粧をしっかりとすることによって余計なことをしないという意味で顔に触れなくなるというような予防策などについてもアナウンスがされています。また部屋の換気をすることが非常に大事ですよといったことなども今回のパンデミックだけではなく同じような感染経路をたどる病について予防効果があることもよく言われるようになりました。そうした個人の一人一人の行いというものがされることによって感染を防ぐ役割が非常に強くなりました。例えばこうした取り組みをしている人が少ない状況だとどうしても次から次へと感染が広がることになります。しかし多くの人が感染予防に取り組んだ結果として誰かがかかっていたとしてもその周りにかかりにくい人ばかりというような状況になれば感染拡大のスピードは非常に遅くなりますし、どこかで感染に歯止めがかかるようになります。そのような状況が生まれることによって、これまで日本中、世界中に広がっているインフルエンザというものについての感染者数が大幅に減ったというのは、これがまさに集団による防衛というものでしょう。ですから、日本においては、初期においては確かに感染者数というものは世界上位にはありましたが、現在においては全く違う状況になりつつあります。感染者数というものがそこそこあったらその後はもう感染爆発するのが当たり前のような風潮になっており、そのことによって日本は何か隠しているのではないかというような
間違った見方をされるようになりました。しかし私が述べたように、多くの人が感染予防に取り組むことによって、インフルエンザのような同じような感染経路をたどる感染症の患者が大幅に減っているのです。これと同じようにして、今パンデミックになっている病についても同じように感染予防効果が現在は働いていると言えるでしょう。この点がヨーロッパの国と大きな違いになっているのだと私は思います。こういった取り組みはこれからも皆さんも続けていけば、それによって感染拡大がするその確率を下げることができると私は思っています。そのような時間稼ぎをしている間に予防薬の開発が進みますし、治療に使える薬などがある程度定まってくるでしょう。ですから今後とも自分たちのできることというのは非常にしていかなければなりません。なぜならば、こうした問題が大きく報じられているにもかかわらず、全く無頓着な人というのもどうしても存在するのです。手洗いが大事ですよと言っているそばで、トイレから手を洗わずに出てくる人というのもいるでしょうし、お店の入り口でアルコール消毒液があっても、それを使用する人、しない人というのも、やはりこちらも分かれます。ですから、そういった無頓着な人がいる中においても、自分だけはしっかりとやろうと防衛をする。そうした心構えを持つ人が一人でも多いことによって感染爆発を抑制することができます。しかし、現在の方針というものも少しずつ変えていかなければなりません。現在のような自粛を全てかけていると、経済的に日本がダメになってしまうからです。一体どの世代の人たちに対する自粛などについて重点的に行わなければならないか、そこを変える必要があります。現在は全ての世代に対して自粛してくださいよという話をしているわけですが、少しずつその年齢層を絞っていく必要があります。この病の特性として、年齢が高い人もしくは基礎疾患を持っている人というのが非常にリスクが高いことが分かっています。ですから若者たちというものは、これから働くという意味においても、少し自粛を少しずつ解いていく必要があります。一方で高齢者の人たちをしっかりと守ることにより手厚く政策を割り振っていく必要があります。それによって若い人たちはたとえかかったとしても症状が軽いもしくは無症状であるといった状態が続けば、それによって多くの人たちが病気にかかっても免疫を持った状態へと変換していくことができます。その場合は医療崩壊などにもつながらないでしょう。一方で高齢者の人たちはそうした世代の人たちとなるべく接触する機会を少なくする必要があります。ですから、高齢者施設などにおいても面会というものは非常に制限する必要がありますし、高齢者の人たちに対する外出などについてはもっと控えてください。家の中で運動してくださいといったそうした呼びかけなどを行うことも大事でしょう。世界がどう言おうとも、日本は日本で多くの人たちが感染予防に取り組んでいます。ですから、この動きそのものは続ける必要があります。手洗い、うがいなどについてもこれからも続けていけば、より多くの人が同じような感染経路をたどる感染症についても予防ができますから健康になりますし、世界とは全く違う展開が待っているでしょう。一方で、この病についての情報というものも少しずつ溜まっていますから、そうした情報に基づいて政策を割り振っていき、高齢者の人たちを積極的に守り、それ以外については経済的な活動を少しずつ再開していくといった新しい方策にもこれからは取り組んでいくようなことが必要だと思います。また、こうした話において私は病の問題だけに集中してお話をしましたが、同時に発生しているのが経済的な問題です。病に対する対策とともに、こうした経済対策というものを両方用意しなければ、今の日本経済を非常に大きく弱らせることになります。その点について安倍政権の取り組みというものがどのようなものになるかというのは非常に私たちの今後にも関わっていくので、どんな政策を取っていくのかというのに注意をしていきましょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。